死刑になるために殺人を犯した12歳の少年。暴力にさらされ、シーツすらないベッドで眠らされ続けた日々が彼にもたらした感情とは。2014年8月4日、アメリカミシガン州ケントウッド、9歳の少年アイクは弟と2人で公園で遊んでいました。すると2人に声をかけてきたのは、兄弟よりもいくつか年上に見える黒人の少年。ねえ、僕も入れてもらっていい？少年の名前はジェレミー。兄弟はジェレミーと一切面識がありませんでしたが、彼を喜んで受け入れました。そこから公園で楽しそうに遊んでいた3人。アイクたち兄弟は無邪気に笑い合っていました。そんな2人をじっと見据えながら、ジェレミーはあるタイミングで自身のポケットに手を入れます。その中にあったのは1本のナイフ。その冷たい感触を確かめながら、彼は心の中でつぶやきました。これでやっと死刑になれる。死刑になるために殺人事件を起こした12歳の少年。まだ幼い彼がなぜ取り返しのつかない凶行に及んだのか。尊い命を奪ったその刃は、少年が苦しみから解放されるための唯一の手段だったんです。おそすけんちゃんです。いやー、みやみかんな。やみおさん、僕愛の里を見てるんです。あら、愛の里2から見ちゃって、あれワンは見てなかった。気になっちゃって1も見始めててハマりすぎてんじゃない？僕なんか他人の恋愛とかどうでもいいと思ってたんですよ。恋愛リアリティショーあんまり見ない人だったの？と思ってたんだけど、振り返ってみれば、シャッフルアイランドも見てたし、シャッフルアイランド私シャッフルアイランドのなんか一番最新のシーズン見て、美女とイケメンマッチョのそういう恋愛リアリティショーなんだ。そうまあどっちかというと、このイケメンマッチョたちを見て、ちょっと俺も頑張ろうってなんかキラキラ恋愛リアリティショーね。そうで、愛の里は30代40代50代のね、恋愛でなんかね、生々しい。そうなのよね。エミコさんもね、まだ2はねほぼ見てないんだけど、1はもう結構見た。あれのいいところってどこまでね本当なのか台本があるのか僕わかんないですけど、バツイチの方とかね、子供がいて離婚した方とか、卵子凍結をしてて期限があるから早く子供が欲しい方とか、なんかこう304050代ならではの悩みながら恋愛してる感じがあって、なんかそれがリアルすぎるな。リアルすぎるのよね。だから結構見ててしんどい時もあるんだけど、やっぱりだからこそちょっとさ、他の何がとは言わないけど、他の恋愛リアリティショーのちょっと目立ちたい感というかさ、少し SNS のフォロワー伸ばしたいですとか、そういうことを感じたりするのもあるじゃない。でも本気で恋愛しに来て結婚しに来てんだなって感じを、切迫感をやっぱりね、本当にリアリティあるよね。そうだから見れんのがなんか確かにね、若いリアリティショーただフォロワー取れればいいやみたいな感じもするじゃない。いるよね。みんながみんなとは言わないけど、もちろん。まあだからちょっとね、皆さんもね、もし興味あったらね、ぜひ愛の里シーズン1シーズン2でぜひ見ていただければと思います。何にも PR じゃないですこれ今回ご紹介するのはアメリカミシガン州で起こった少年による殺人事件について。わずか12歳の少年が9歳の少年を殺害してしまうという驚愕の事件なんです。12歳と9歳ってまだ小学生でしょ、そんな子供が殺人を犯しちゃうなんてこと、そんなないわよ。びっくりしちゃいますよね。さらにね、これ少年の犯行動機を知ると余計に驚くんです。犯行当時、彼はその若さからは到底想像できない精神状態にあったんです。死にたい少年。2014年8月4日、アメリカミシガン州ケントウッド。その日の夕方、34歳の女性グレン・ステイシーは玄関のチャイムが鳴ったことに気がつき、ドアスコープを覗きました。そこにいたのは12歳の少年ジェレミー。グレンはジェレミーのことを知りませんでしたが、その姿を見るなり慌ててドアを開けます。あなた一体どうしたの？グレンが驚くのも無理はありません。ジェレミーの衣服は真っ赤な血で染まっていたんです。そしてうつろな目をした彼は一言こう言いました。警察に電話をさせてくれませんか？事態を飲み込めないながらも言われるままに携帯で911の番号を押すグレン。オペレーターにつながると、彼女はジェレミーに携帯を差し出しました。すると彼は携帯を耳に当てるなり、確かにこう言ったんです。お願いがあるんです。僕死にたいんです。死にたいってなんでよ？どういうことなの？血を浴びてるってことはこの子が殺したの？そうなんです。この死にたいっていう考えがね、ジェレミーの犯行動機だったんです。その後もジェレミーはオペレーターに向かい何度となくこう懇願しました。急いで僕のところへ来て殺してください。それが刑務所へ連れて行って電気椅子で殺してください。わずか12歳の少年が自分を殺してくれと訴えるその姿に携帯を貸したグレンはただ唖然としていました。実はこの直前、ジェレミーは近隣の公園で一緒に遊んでいた少年を刺したんです。殺人罪で死刑になるために。彼の衣服が血に染まっていたのはそのためでした。その後、グレンの家で警察の到着を待っていたジェレミーはサイレンが聞こえる
なり窓辺に駆け寄りました。僕はここにいます、そっちじゃない。そのパトカーは少年が刺された公園へ向かっていたのですが、ジェレミーは早く殺してくれと言わんばかりに必死に呼び止めたんです。これは確かにびっくりするわね。なんか死刑になりたくて殺人を犯した犯人っていうのは何人かね聞いたことあるけど、12歳でそれ考えるってなんか信じらんないわね。ジェレミーにとってはね、生きていることの方が死ぬことよりも辛かったんです。一体なぜまだ幼い少年がそんな状況に立たされてしまったのか。取り調べから彼を取り巻いていた事情が徐々に見えてくるんです。死ぬより辛い人生。ジェレミーが公園で刺した少年はその近隣に住んでいた9歳の少年アイク。彼は一緒に遊ぼうと近づいてきたジェレミーにナイフで4度刺され、搬送先の病院で死亡しました。逮捕されて間もなくその容疑を認めたジェレミー。そして彼は殺人を犯して死刑になりたかった理由を次のように語りました。僕は悪い子でいつもバカなことをするんです。取り調べ中、ジェレミーはそうやって自分を卑下する言葉を何度となく繰り返したんです。実際彼は学校で同級生からバカ、黒人などとからかわれることが多く、たびたびトラブルを起こしていました。ジェレミーはそんなバカな自分に嫌気がさして死にたくなったというんです。しかし実のところその言葉はまだ幼い彼が必死に絞り出した建前でしかありませんでした。ジェレミーを担当していた警察は気がついていたんです。彼の体の至るところに痛々しいあざが浮かんでいることに。そう、ジェレミーは母親とママ父、そして3人の兄弟と共に暮らしていましたが、その日々の中、ママ父から繰り返し暴力を振るわれていました。またそれだけではなく、一家の暮らしはとても人間のものとは思えないほど劣悪なものだったんです。子供たちのベッドはシーツすらかけられていないむき出しの状態、電気やガスも止められており、彼らはろくに食べ物も与えられていませんでした。両親は共に薬物中毒者で、まともな養育ができる状態ではなかったんです。当然公的機関はその家庭環境を問題視し、ジェレミーとその兄弟がニューヨークにいる実の父と暮らせるように手配をしていました。ところが母親とママ父は児童福祉局に子供たちはすでにニューヨークへ引っ越したという虚偽の報告をした上で、ジェレミーたちをその家に留まらせました。こうして虐待の日々は続き、逃げ出すことのできないその生活に彼の精神は限界を迎えてしまったんです。児童福祉局が虚偽の報告信じちゃって虐待見過ごしてたってこと？なんでさ、ちゃんと家まで行って確認しないのよ。こんな風に虐待が見過ごされてしまうケースって結構あるんですよ。そしてそのことがね、子供に与える影響っていうのは計り知れないんです。皆さんもね、虐待をね、見過ごして放置することの危険性っていうのをちょっと改めてね、学んでいただければと思います。というわけで本日のメトラキーワード、虐待サバイバーについて。虐待サバイバーとは、幼少期に虐待され適切に保護されないままの環境で育った大人のこと。複雑性 PTSD を患っている場合が多く、トラウマによる自己肯定感の低さや対人関係の問題、うつ病や依存症などを抱えているケースがほとんどなんです。このほか虐待サバイバーは周囲から精神状態を理解されにくいため、怒りっぽい、やる気がないなどとみなされ孤立してしまう場合があるんです。また不健全な家庭環境から十分な勉強ができず、経済的な問題を抱えることも。児童虐待は虐待されているその瞬間だけではなく、子供の人生に多大な影響を及ぼすんです。実際ジェレミーは精神的な症状に悩まされており、抗うつ剤や鎮静剤を常用していました。しかし環境が変わらない限り、いくら薬を服用したところで根本的な解決にはなりません。追い詰められたジェレミーはその環境から逃げ出したい一心で、殺人を犯せば死刑になれるという結論にたどり着いてしまったんです。いや、子供がさ、もう自分の力で環境を変えるなんて難しいじゃない。もうこの12歳の子がそんななるまで追い詰められたって考えるだけでほんと胸が苦しいことじゃない？殺人はね、絶対に許されないんですけど、この事件に関して親の責任もね、大いにあると思うんです。こうしてね、殺人を犯すことに決めたジェレミーは、一体どのようにして9歳の少年を殺めてしまったのか。これで楽になれる。2014年8月4日、ジェレミーはあてもなく街を歩いていた。もうすぐお父さんが帰ってくる、怖い。暴力を振るうママ父の帰宅に怯え、耐えきれなくなったジェレミーは思わず家を飛び出していた。そして彼のポケットには自宅から持ち出したナイフがしまわれていた。そう、ジェレミーはもはや人間のものとは思えないその生活から逃げ出すため、その刃を他人に向けることに決めたのだ。そんな彼の耳に聞こえてきたのは子供たちのはしゃぐ声。その声はすぐ近くの公園から響いていた。遊んでいたのは9歳の少年アイクと
とその弟ゲイリー、楽しそうに声を上げる彼らに引き寄せられるようにジェレミーは公園へ足を踏み入れた。ねえ僕も入れて。ジェレミーがそう話しかけるとアイクは屈託のない笑顔でこう言った。いいよ一緒に遊ぼう。初対面のジェレミーにも態度を変えず兄弟の中に招き入れたアイク。こうして3人は遊び始めるが和気あいあいとした時間は長くは続かなかった。それはアイクが滑り台を登ろうとして転倒してしまった時のこと。いた。その瞬間をジェレミーは見逃さなかった。彼はアイクの背後ですでにナイフを振り上げていた。これでやっと楽になれる。次に気がついた時、ジェレミーの目の前には血まみれになったアイクが。お兄ちゃん。弟のゲイリーはアイクを必死に引きずり自宅へ走りました。そして玄関へたどり着くと泣き叫びながら両親にその一大事を伝えたんです。母はあまりの事態に絶叫し、父は救急車を待つ中懸命に傷口を圧迫し止血を試みます。その間アイクは傍らで泣いている弟ゲイリーにこう話しかけていました。もしお兄ちゃんに何かあってもゲイリーのせいじゃないから。自分が死に向かうその中でも弟を思いやる気持ちを忘れなかったアイク。心優しいその少年はこの後搬送先の病院で静かに息を引き取ったんです。ただね、公園で遊んでただけなのに、それなのにもこんな犠牲になっちゃう子がいる事件って本当に悲しい事件ね。ご両親やね、弟からしてもまだ9歳のアイクを失うってことは、彼とのね今後の未来の時間全てを失うってことになるんで、本当ねこれほど悲しいことってねないっすよね。事件から1年後の2015年9月、ジェレミーは自身の裁判で遺族に対する謝罪の言葉を述べました。What I did was wrong. I just do not understand why I did it. I made a terrible mistake. I just want you to know that I am sorry for all the pain. 自身の思いの丈を伝えたジェレミーに対し、亡くなったアイクの父はこう話しました。どれだけ真面目に公正に努め、真っ当な人間になろうと努力するか、彼次第で何だってできると思っています。この日、第1級殺人で有罪判決を受けたジェレミーは、当面の保護観察処分と青少年施設で8年の懲役刑を言い渡されました。ただ、犯行は極めて凶悪なものだったため、彼が21歳を迎えるまでの間、再審の可能性も含めての判決となったんです。なお、ジェレミーの判決と同年、彼の両親は第3級児童虐待の罪で有罪判決になり、それぞれ懲役刑を下されています。再犯の可能性含めた懲役8年ってのは、なんかもうジェレミーがその後ね、どんな経過をたどるのかっていうのをちょっと観察するかのような意図を感じる判決よね。そして裁判を通して自分がね、いかに取り返しのつかないことをしてしまったのかとね、ジェレミーは実感するんです。彼はその後、施設でどのような暮らしを送ったのか。葛藤と克服。判決後、青少年施設へ送られたジェレミーはその暮らしの中で何度か未遂をしました。先ほども説明した通り、被害者アイクの父は息子を奪った彼の更生を望んでいましたが、一度死を望んだその精神状態から立ち直ることは容易ではなかったんです。一方で世間は決してジェレミーを見放しませんでした。事件の報道によって手を差し伸べる専門家が多数現れ、彼らは励ましの手紙をジェレミーに送ったんです。その中には彼と親交を深めるうちに心動かされ、裁判官に寛大な処置を求める文書を提出したものも。ポーラ・クレスウェルという女性はジェレミーの出所を待ち、彼に自宅を貸し出して住まわせる約束もしました。そんな声援の数々を届けられるうち、ジェレミーの様子も徐々に変わっていったんです。彼は青少年施設で日々勉学に励むようになり、いつしか新しく入所してきた少年たちの指導役を任されるように、人々から届く温かい思いに触れ、死ぬために殺人を犯したその少年はまた自身の人生に意味を見出せるようになっていったんです。2021年3月1日、ジェレミーは更生プログラムへの取り組みや専門家の評価もあり、19歳の誕生日を目前にして出所の日を迎えました。21歳までに検討されていた再審は結局行われず、彼はもう一度外の世界で人生をやり直す機会を得たんです。ジェレミーの出所の日、被害者アイクの母は Facebook にこう綴っています。私はジェレミーの将来に関するいかなる意図や願いも手放し、彼と和解したと感じている。彼の人生は彼のものです。出所を迎えるまでの6年半、遺族はジェレミーと面会を重ね、その更生を目にするうち、彼を完全に認めるようになったんです。出所以来、ジェレミーはコミュニティカレッジへの入学を申し込み、自動車の運転免許を取得。現在の心境を次のように語ります。今もまだベッドから出たくない日や生きていたくないと思う日があります。でも僕は僕のためだけに生きているんじゃない。僕が生きていくのは周りの誰かのためでもあるんです。暴力にさらされ、人間のものとは思えない生活を強いられる日々で殺人を犯し、自らの死を望んだジェレミー。絶望的なその状況から多くの大人の助けを得て、彼は今第二の人生を歩き始めたんです。ジェレミーほどに追い詰められることは稀にしても、絶望から立ち直りまた歩き出す経験は僕らを強く成長させてくれます。あなたは深い絶望や挫折に打ちひしがれた時、どのようにそこから這い上がりましたか？
おそすというわけでね、いつもね、アルゴメトリをご覧の皆さんもありがとうございますということで、今回ですね、ちょっとね、大きい発表がありますと。アルゴメトリでね、初の試みなんですけれども、はい最初はね、ヤミゴさんもちょっとやってたり、僕もあと5年ぐらいね、いわゆるこう、チャンネルのナレーションをね、入れてたわけなんですけれども、うんなんと今回ね、新たな挑戦ということで、新しいね、ナレーターさんを募集してみようかと思います。というわけで、いろんなね、考えはあるんですけど、ありがたいことにね、僕の声がいいって方もいらっしゃいますし、ただちょっとね、もう6年もね、やってます。そのうちね、もう5年ぐらいずっと入れてるんで、ちょっと変化もつけたいなっていうのもあるし、その分ね、僕とかね、ヤミゴさんもね、時間できますんで、皆様に対してね、別のコンテンツを提供できるんじゃないかとか、いろいろ今話し合ってる最中なんで、本当にこう前向きに捉えているんですけれども、ただね、アルゴメントに耳で聞く人も多いわけじゃないですか。だから、結構ナレーターさん超重要なんですよ。そうね。あなたの声ファンもきっといるんだけど、いるといいな言うてね、あなたもナレーターさんではないわけだからね。でも、ナレーターをプロとしてやってる方々もいらっしゃるわけですから。そうですね。今回ね、プロじゃなくてもいいんですけれども、本当にね、お力添えいただける方はね、概要欄と固定コメントのね、リンクからね、ぜひご応募いただければっていうところで、ただね、本当に、今、ヤミクさんが言ってくれたように、僕もね、結構こう、魂込めてやってるんで、次やる方にもね、やっぱそういうところはね、いい意味で見させてもらって、なので、皆さんに僕が約束できるのは、アルゴメトリーは必ずパワーアップするっていうことですね。それでね、僕らもね、いろいろこう、俯瞰できるところも増えてくると思うので、ちょっとだから新しい挑戦。ただもうこれでね、なんかいいナレーターさんいないなとかね、ちょっと僕が言うのもあれなんですけど、その場合ね、変わんないんで。いい人がいる場合のみ変わるっていうね、ここは約束しますよね。皆さんご安心いただければっていうところで、オーディションもね、ちょっとどれぐらい長引くかもわかんないんで、ちょっと一旦はね、興味ある方はね、音声送っていただければと思います。そして、いつから変わるとか、もしあればまた告知するんで、そこはね、ご安心いただければと思います。というわけでね、本日もアルゴメトリの動画、ここまでご視聴いただきありがとうございました。